ネズミさんはパンが食べたくてたまりませんでした。仕事でクタクタになって歩く帰り道、ふかふかほかほかしたパンのことを考えると、幸せが心の隅々まで満ち、体まであったかくなるようでした。でもネズミさんにはふかふかのパンを買えるお金がありません。仕方がない。ふかふかのパンのことを考えながら、硬いパンと薄いスープを飲むとしよう。そう思いながら、暮れかけた道を急いでいると、お腹を空かせて、動けなくなっている鳥さんに出会いました。鳥さんは、食べ物が欲しいと泣いています。冷たくても、硬くてもいい。お腹を満たすパンがあれば、飛んでいけるのに。そういうわけじゃ。ごめんね。行くところがあって。こんにちは。お手伝い楽しいですから。このポスター、そんな。あの。ママ。
お腹を空かせたネズミさんと鳥さん。そこへ犬さんが通りかかりました。犬さんが持っているのはふかふかでほっかほかのおいしそうなパン。ネズミさんも鳥さんもそれを見てこくりと喉を鳴らします。犬さんは二人を見て言いました。パンをあげるよ。でもあいにくと一つしかないんだ。二人のうちどちらがパンをもらうのにふさわしいんだい？プロデューサーさん。はい。どういう。願い。まだわからないことばかりで。私の願い。キュッキュッ、ゴシゴシ。プロデューサーさん、おはようございます。少し早めに来てしまいました。みんな気持ちよくレッスンできたらいいなって。いえ、誇りっぽいところでレッスンしてみんなが気管支喘息になったら大変なので。そうでしょうか。大したことはできないんですけど。いえ。
ウィング。はい。私にもアイドルってできるんでしょうか？えっと頑張ってみます。そんな、申し訳ないです。プロデューサーさん、私頑張ります。一緒に頑張りましょう。アイドル、そうなったら私どうなるんでしょう。はい。ここ病院のすぐ近くなんです。なのでもしかしたら私の歌も聞こえちゃうかもって。はい。もし届くなら、いつもお世話になってる職員さん、患者さんたち、来てくれているお客さんに少しでも喜んでもらえたら、それだけで。えっと私はあのいえ、ただあの人もみんなにとっても素敵な日になればいいなって。はい。
こんなに近くにみんな来てくれたんだ。ジムのみんな、この前退院したおじいちゃんも皆さん、今日は来てくださってありがとうございます。では続けて2曲歌わせてください。赤ちゃんさん、来てくださってありがとうございます。眠れ眠れ母の胸に眠れ眠れ母の手に。皆さんありがとうございます。プロデューサーさん、私最後までできました。みんなといつもみたいに楽しくお話できました。たくさんの人たちが来てくれて、ステージすごく楽しくて、すごく嬉しくて、こんな景色もあるんだって